股関節が硬くて、いっつも代謝が悪くて足が冷えてる。スクワット、足パカ、何をしても前ももばっかり使ってしまう。そんな方は、カエル足のままストレッチすると、股関節柔らかくなって足痩せできます。スマホを床に置いて、開脚できるところまでしていきましょう。開けるところまで開きましょう。ゆっくり前に倒れます。内もも、膝の裏、裏ももあたり伸びてれば OK です。これがね、一つ目の柔軟性チェックです。無理なくできる範囲で大丈夫です。ただ理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくことです。最低でも90度開いて、肘が床につくぐらいまでいってほしいんですが、これ僕もですね、なかなか苦戦してて、ちょっとずつ柔らかくなってるんですけど、まだできません。だからね、できなくても大丈夫です。一緒に柔らかくなりましょう。股関節が単純に硬いだけです。よし、OK。次、前屈します。足を伸ばしましょう。こんな感じで足伸ばして、反動つけながらでいいので、前にちょっとずつ倒れましょう。多少ね、膝曲がってもいいです。理想は手首がつま先つくことですが、僕もね、なんとか指先がつま先触れるぐらいです。最低ラインはここですね。手でつま先に触れる。これもね、裏ももとかお尻、腰回りが硬いだけです。反動つけながら出るんで、やっていきましょう。で、なるべく意識としては、この股関節から折れ曲がる。こうやって猫背のままだと効果半減しちゃうので、なるべく股関節から折れ曲がる意識でやってみましょう。よし、OK。そしたら次は足の裏合わせます。こんな感じです。で、外にしっかりグッと広げましょう。肘でね、押せる人はこうやって肘で押してあげてもいいと思います。これで見てほしいってことは、この膝と床の隙間ですね。握り拳1個分ぐらいが理想です。なので僕は比較的いい方だと思います。硬い人はね、こんな感じで握り拳2つ分3つ分ぐらい膝と床の隙間が空いてると思うんですが、これもね、内もも硬いだけなので大丈夫です。で、きつい人はこうやって反動つけながらで大丈夫です。頑張れる人はね、こうやって手で押したりとか、肘で押したりしましょう。で、呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら、このポーズのまま、右手で右肘床について、左手万歳します。脇の下、脇腹、伸びてる感覚あれば OK です。誰かにね、指先引っ張られてるイメージで、向こうにぐーっと持っていきましょう。斜め前倒したりとか、真横倒したりとかね、いろんな角度でやってあげるといいと思います。で、この動画はこの後、基本的にこのカエル足の姿勢のままやっていきます。なんでね、股関節ストレッチをしたまま、他の部位をストレッチしていくので、効果2倍だと思ってください。呼吸は止めないようにしましょう。ただね、このカエル足きついよって人は、あぐらに変えてももちろん OK です。よし、OK、一回戻します。足の裏合わせたまま、左手左肘床につきます。で、右手万歳します。右の脇腹、脇の下、伸びる感覚あれば OK です。この時にね、反対のお尻、こうやって浮いちゃってもいいです。目的は脇の下、脇腹伸ばすことなので、そこが伸びてれば全く問題ないです。指先誰かに引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと伸ばしましょう。で、呼吸をね、止めないようにしましょう。よくね、なんでこう呼吸止めちゃいけないんですかって質問いただくんですが、呼吸止めるとシンプルに酸欠になります。よくね、ストレッチ中に頭痛くなるって方もいるんですけど、ほとんどそれ酸欠なので、しっかり呼吸するようにしましょう。呼吸止めてね、いいこと一個もないので。よし、OK。そしたらですね、もうちょっと足前に出して、ひし形作るイメージです。ダイヤを作るイメージ。で、このまま体真正面に倒れていきましょう。お尻、外もも、あと腰のあたりですね、伸ばしています。理想はおでこが足につくことですが、最低でもですね、肘が床につくぐらいまで、頑張ってほしいです。これもね、硬い人大丈夫です。お尻とか、裏もも、腰のあたり硬いだけです。で、この時にね、どうしても裏ももとか膝の裏がピキってしちゃう方は、先に裏ももとか膝の裏伸ばしてあげるとか、そこをね、マッサージしてあげると良いと思います。よし、OK。そしたら次、ちょっと右足前に出します。こんな感じですね。この状態で体真正面に倒していきましょう。右のお尻、外ももあたり伸びてれば OK です。これもおでこが床につくのが理想ですが、最低でも肘が床につくぐらいまでは頑張ってほしいです。で、お尻、外ももいまいち伸びないよって方は、ちょっと右足前に出したり、手前に引いたりとか、もっと体を前に倒したりとか、
斜め前に体倒したりとか、いろんな角度でね、試してみてください。お尻、外もも、右足の方ですね。伸びる感覚が出てくると思います。伸びない方もね、大丈夫です。他の部位が硬かったりとかね、ちょっと角度が間違ってるだけだと思うので、いろいろ試してみてください。OK です。逆足行きましょう。左足前に出します。で、この状態で体真正面に倒していきます。左のお尻、外もも、伸びてれば OK です。どうでしょう、伸びますか？伸びない方、足を前に出す。手前に引く。もっと体を前に倒す。もしくは斜め前に倒す。いろんな角度でね、試してみてください。で、硬い人は、お尻、外もも以外にもね、例えば背中とか脇腹とか一緒に伸びちゃう部位があるんじゃないかなと思います。ただ全く問題ないです。目的は、お尻、外ももを伸ばすこと。そこ以外の場所がついでに伸びても、全く問題ないです。呼吸だけね、止めないようにやっていきましょう。よし、OK。そしてもう一回、カエル足作りましょう。この、カエル足のね、足の位置、手前でも奥でも楽な位置で OK です。で、次、後頭部でこうやって手を組みます。このまま、おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。これ繰り返していきましょう。腰肩痛いし無理しないでくださいね。で、これスピード、早くやることがね、目的ではないです。普段動かさない範囲までしっかり丸める。ゆっくり反らせる。これをね、繰り返していきましょう。ぐっと丸める。ゆっくり反らせる。丸める。反らせる。よし、OK。そしたらですね、カエル足のままいきますよ。次は、真上にパンチ。パンチ。しっかり肘伸ばしきる。なるべく高い位置まで伸ばしきる。これもスピードよりも、なるべく高いところまで伸ばしきる。もう誰かに手を引っ張られてるイメージで伸ばしきる。伸ばしきる。伸ばしきる。ただ、肩腰痛い方は無理しないでください。もしくはね、カエル足きついよって方は、あぐらかいたり、正座かいたりとか、もしくは足伸ばしたりとかね、楽な姿勢に途中で変えながらやっても OK です。頑張ってしっかり伸ばしきる。スピード勝負じゃないですよ。で、真上だとね、肩腰痛いよって方は、ちょっと斜め前とかでも、これぐらいでもいいです。伸ばしきる。伸ばしきる。伸ばしきる。OK。そしたらですね、次、ちょっとこの体育座りみたいな感じにして、左足を右足に乗せます。で、この状態で、左足をお腹にぐっと近づけます。左のお尻のストレッチしていきます。で、なるべくピンと胸張って、足と胸を近づけると、左のお尻、しっかり伸びてくると思います。ただ、このポーズできないよって方は、一回足伸ばして、左足を右足乗せます。で、ちょっと膝曲げます。これで、左のお尻伸びてれば、それで OK です。呼吸はね、止めないようにしましょう。どうでしょう、左のお尻伸びる感覚しっかりありますか？呼吸止めないでくださいね。OK、逆いきます。右足を左足に乗せます。で、こんな感じで右足と胸をなるべく近づける。で、なるべくピンと胸張ると、右のお尻ね、伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。きつい人は、これぐらいでも OK。右のお尻伸ばすことが目的です。僕と同じポーズを取ることが目的ではないです。右のお尻が伸びてればそれで正解です。で、基本的に僕が伸ばしたいよって言ってる部位と違う部位が気になっちゃうって方は、その部位がね、硬いってだけなので、例えば、膝の裏が気になる場合は膝の裏伸ばしてあげればいいし、前ももに効いちゃうよって場合は前もも伸ばしてあげると、基本的に伸ばしたいところに伸ばしたいところは伸びるようになると思います。OK。そしたら、この、カエル足の状態からですね、右足だけ伸ばします。こんな感じです。で、右足の方に向かって体を倒します。で、右の膝の裏もも伸びる感覚あれば OK です。なるべく膝曲がんない方がいいので、空いてる手で膝支えて、で、右手でつま先触れたら最高です。伸びますか？膝の裏ももあたりが伸びれば OK です。逆に頑張れる人は、反対に左手で右のつま先触りに行くと、脇腹も伸びます。僕はちょっと触れないですが、余裕がある人はやってみてください。呼吸を止めないで、肩ね、あんまり力入れすぎないようにしましょう。OK、逆いきます。で、左足を伸ばします。で、左足の方に向かって、体をね、倒していきます。左の膝の裏もも伸びてれば OK です。左手で、つま先を掴みましょう。どうでしょう、伸びますか？膝の裏もも。で、肩がね、あんまり力入りすぎないようにしましょう。で、このね、
肩も、なんで力入れちゃいけないんですかって聞かれるんですが、結構日本人ってこう、寒がりだったりとか、あとこう、緊張する癖がある人が多いので、ずーっとこうやって肩に力が入ってる人、特に女性が多いんですね。で、そうするともうずっと肩の筋トレ状態でめちゃめちゃ肩凝っちゃうので、肩の筋トレしたいんだったらそれでいいんですけど、多分皆さんね、肩こりとかなくしたいと思うので、なるべく肩の力抜いた方がいいと思います。OK。そしたらもう一回カエル足戻しましょう。足はね、楽な位置でいいです。で、次、セルフハグです。開けるところまで開いて、自分自身をハグする。開けるところまで開いて、自分自身をしっかりハグする。きつければあぐらでも OK です。開ききる。自分自身をしっかりハグするとき、わざと猫背を作る。しっかり開ききる。自分自身をギュッとハグする。これも普段動かさない範囲でしっかり手を広げて、しっかり背骨丸める。これが目的です。スピード全く重要じゃないですからね。しっかり丸める。きつかったら途中サボってもいいし、再生速度ね、速めたり遅めたりしてもいいです。OK です。そしたら、また、カエル足できる人はカエル足のままで、手を真横に広げます。で、こんな感じで、手をねじります。二の腕とかね、この腕周り、ストレッチしてます。で、このね、高い位置だときついよって人は、もうちょっとね、下げてもいいです。この辺でもいいです。で、NG なのは、もうずっとこうやってね、肩に力入ってると、これ NG です。肩はなるべく力抜いて、どうしてもね、この肩に効いちゃうよって人は、位置をね、下げてあげるといいと思います。で、これもスピードよりも普段動かさない範囲まで、しっかりねじる、ねじる、ねじる。頑張って。OK。そしたら次はですね、左手で、右の膝、こうやって持ちます。で、右手を万歳します。これも誰かに引っ張られてるイメージで斜め上にぐーっと持っていく。脇腹とかね、脇の下とかこの辺とか、他にも伸びるとかあると思います。きついきついきつい。左手を膝引っ掛けてくださいね。で、なるべく遠くに向かって右手を。ただ肩腰痛い人無理しないでください。頑張って。呼吸止めないで。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、OK。逆いきます。右手で、右の膝抱えます。で、左手万歳します。左の脇腹、脇の下、伸びる感覚、どうでしょう？ありますか？で、これどうしてもきつい人はね、右手離しちゃってもいいです。左手だけこうでもいいです。頑張れる人はしっかり右手で膝を押さえたまま、遠くに向かって手を伸ばす。呼吸を止めないでくださいね。頑張って。きつかったらね、ところどころ、休憩したりとか、水分補給しながらやっていただいて大丈夫です。OK です。そしたらですね、肘曲げて、しっかり脇を締めます。この状態で手を外に開ける、閉じる、開く、閉じる。で、なるべくですね、骨盤を立ててる。こうやって猫背だと効果半減しちゃうので、骨盤立てた方がいいです。これをね、カエル足っていうのもあぐらの方が骨盤立てやすいので、体硬い人はね、僕みたいにこうやってあぐらでやるといいと思います。で、しっかり手を広げるときに肩甲骨寄せる、戻す。寄せる、戻す。これ全くスピード勝負じゃないです。ゆっくりでいいんで、しっかり肩甲骨寄せる。胸をギュッと開く、閉じる。開く、閉じる。あんまり猫背にならないようにする。頑張って。OK。そしたらまた、カエル足戻しましょう。カエル足でもあぐらでもどっちでもいいです。次、真横にパンチ。真横にパンチ。これもしっかり伸ばし切る。伸ばし切る。スピード勝負じゃないですよ。伸ばし切る。伸ばし切る。これも誰かに手を引っ張られてるイメージでね、遠くに向かってギュッと伸ばす。伸ばす。でもしね、肩腰痛い人は、こうやって低めでもいいです。低めでも OK。全然余裕だよって人は、多少スピードアップしてもいいです。ただしっかり肘が伸び切るようにしてくださいね。普段動かさない動きをする。それがね、大切です。頑張って。再生速度速めたり遅めたり、途中ね、サボりながらやっていただいて大丈夫です。OK。そしたら次はですね、万歳します。限界まで高く万歳。誰かに手を引っ張られてるイメージ。ストンと落とす。限界まで高く万歳。ストンと落とす。これ繰り返しましょう。高く万歳して万歳して万歳して、ストン。限界まで高く万歳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 。ス
限界まで万歳して、万歳して、万歳して、万歳して。頑張って。限界まで万歳、万歳、万歳、万歳。肩腰痛い人は無理しないでくださいね。全くスピード重視じゃないですからね。限界までしっかり高く万歳して、ラスト1回行きましょう。限界まで高く万歳して、そしたら次はですね、左手を後ろに回します。で、右手で首をこう横にね、倒します。真横でもいいし、ちょっと斜め前でもいいです。左の首伸ばしてます。こんな感じでね、手後ろに回しておきましょう。で、やっぱりこれも姿勢正してる方がいいので、なるべく、あぐらでもいいです。正座でもいいです。なるべくこうやって猫背にならないように、姿勢正したまま、やりましょう。左の首、伸びる感覚ありますか？首ね、すごい細い筋肉なんで、痛気持ちいいぐらいでいいです。無理にギューッとやればね、効果が上がるってわけじゃないので、痛気持ちいいぐらいで、無理なくやっていきましょう。OK。逆もいきます。右手を後ろに回して、左手で左首を、左に頭を倒していきます。ここ、伸びてれば OK です。ちょっと斜め前倒したりしてもいいです。痛気持ちいいぐらいで。で、これ足痩せの動画なのに、なんでね、こう上半身とかいろんな部位が入ってるかっていうと、結局僕部分痩せは、難しいと思ってます。なので、なるべくどの動画でも、全身ね、ストレッチできるように、全身のね、種目を入れてます。で、この動画は特にこう、あぐら、カエル足したままなので、下半身はね、比較的ストレッチ常にかかってる状態なので、上半身はちょっと多めにしてみました。肩こりの方もね、ぜひおすすめなので、続けてみてください。OK。そしたら、次は頭の後ろで、こうやって後頭部で手を組みます。で、おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。これ繰り返していきましょう。普段動かさないのでしっかり丸める。ゆっくり反らせる。YouTube のね、さっき再生速度変えてもいいって話したんですけど、再生速度変え方わからない方は、YouTube 再生速度の変え方ってね、Google とか Yahoo で検索すると、やり方出てきますので、わからない方はぜひ調べてみてください。OK です。そしたら、最初に行った、柔軟性チェックですね。足の裏合わせて、外にぎゅーっと膝開きます。で、こうやって肘で押してあげてもいいし、手で押してあげてもいいです。さっきよりね、だいぶ外に開きやすくなってるんじゃないでしょうか。このままね、ちょっとキープしましょう。で、全然余裕だよって人は、外にしっかり倒したまま、ちょっとね、体前に倒してもいいです。で、一回でね、全然変化を感じられないって方は、よっぽど運動不足とか、もしくは途中で呼吸止まってるとかね、何かしらの原因あると思います。一回で変わんない方も習慣化していけば、ちょっとずつ変わってきますので、一緒にね、頑張っていきましょう。OK。そしたら次、足伸ばします。で、このままゆっくり前屈していきます。反動つけながらでいいです。さっきよりね、だいぶ行きやすくなってるんじゃないでしょうか。僕は指先がつま先、ギリギリ触れるぐらいだったのが、もうこうやって掴めるぐらいになりました。皆さんはどうでしょうか。変化出たよとかね、コメントでいただけると助かります。あと、このストレッチのね、疑問点いろいろあると思うので、遠慮なくコメントで質問してください。基本的にコメント返すようにしてます。あと最近結構食事制限について質問多いので、概要欄に貼ってあるサブチャンネルでね、無料で食事制限についてスペシャルゲストを呼んで対談しますので、そちらもご覧いただければと思います。よし、OK。最後開脚しておしまいにしましょう。開けるところまで開脚していきます。で、限界まで開いて、そのままゆっくり前倒れていきます。理想は120度ぐらい開いて、おでこが床につくこと。僕はだいぶ肘が床に近づきました。皆さんどうでしょうか？変化出てますか？で、ゾボロストレッチは基本的に1回でね、ウエストも足も、細くなりますので、ぜひね、メジャーで計測してもらうのがおすすめなんですが、メジャー持ってない方はね、近くの100円ショップ行けば100円で買えますのでおすすめです。あと一応この動画ね、お腹痩せにもおすすめです。で、Twitter、インスタも毎日更新してますので、ぜひ概要欄からフォローしていただけると嬉しいです。で、この動画物足りないよって方は、概要欄におすすめの動画貼ってますので、このまま続けてやっていただけると効果的です。お疲れ様でした。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃない。素晴らしい。
もしこの動画があったら、チャンネル登録と高評価いただけるとすっごく励みになります。一緒に頑張りましょう。この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ一番人気の全身メニューだけではなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届きます。